おはようございます。ケンです。ドナルド・トランプ大統領がテスラを購入しました。しかもホワイトハウスで正式に発表。なぜ今トランプさんが EV を選んだのでしょうか。さらにイーロン・マスクさんがアメリカでの生産を倍増させると発表しました。これは単なる拡大戦略なのか、それとも別の狙いがあるのか。そしてトランプ大統領はテスラストアを襲撃すればテロとみなすと発言しました。なぜここまで強くテスラを擁護するのか、この発言がアメリカの EV 業界にどんな影響を与えるのか。一方でテスラの株価は大きく下落しています。アークインベストは2000万ドル分を買いますし、モルガンスタンレーは強気の予測を出していますが、これからテスラの株価がどうなるのでしょうか。この動画ではトランプ大統領のテスラ購入の真意、イーロン・マスクさんの戦略、そしてテスラ株の未来について解説していきます。ぜひ最後までご視聴ください。まず最初にトランプ大統領がテスラを購入したことについて詳しく見ていきます。トランプさんが選んだのはテスラのモデル S プラッド、ホワイトハウスで正式に発表され話題になりました。これまでトランプさんはガソリン車を愛用していたイメージが強いですが、なぜ今 EV を選んだのでしょうか。一つ考えられる理由はアメリカ第一主義です。トランプ大統領はこれまでアメリカの製造業を重視し、アメリカ国内で作られたものを使おうという姿勢を貫いてきました。テスラはアメリカを代表する EV メーカーであり、イーロン・マスクさん自身もアメリカでの生産倍増を発表しています。これはトランプ大統領の政策と一致する部分が多く、トランプさんがテスラを支持する理由の一つかもしれません。次に考えられるのは、バイデン政権との差別化です。バイデン政権は EV 推進派ですが、テスラよりもフォードや GM などの伝統的なアメリカ自動車メーカーを優遇してきました。そのためイーロン・マスクさんとバイデンさんの関係はあまり良好とは言えません。一方でトランプ大統領は今回のテスラの購入を通じて自分はイーロン・マスクを支持すると明確に示した可能性があります。これによりトランプ支持層の中でテスラのイメージが強まり EV 業界全体に影響を与えるかもしれません。さらに経済的な戦略も考えられます。テスラはアメリカの雇用を支える重要な企業であり、トランプさんの掲げるアメリカ経済の復活に直結しています。特にテスラがアメリカ国内での生産を強化することはトランプさんの政策と一致するため政治的なアピールとしても効果的です。こうしてみるとトランプさんのテスラ購入は単なる個人的な趣味ではなく政治的、経済的な意味を持つ行動だった可能性が高いと言えます。ではこの流れの中でなぜトランプさんはテスラストアを襲撃したらテロとみなすとまで言ったのでしょうか。次のセクションで詳しく解説をしていきます。では次にトランプ大統領の発言について深掘りをしていきます。彼はテスラの販売店を襲撃した者は国内テロリストとして扱うと発言しました。これは最近アメリカ国内でテスラの販売店や充電ステーションが攻撃を受けていることを受けての発言ですが、ここまで強い表現を使った理由は何なのでしょうか。一つの理由として考えられるのはテスラの経済的な重要性です。テスラはアメリカを代表する EV メーカーであり、イノベーションの象徴とも言える存在です。もしテスラの販売店が襲撃され、事業に悪影響が出れば、アメリカ経済全体にも影響が及ぶ可能性があります。トランプさんはアメリカ第一主義を掲げていますから、テスラのような企業を守ることが自身の経済政策と一致していると考えているかもしれません。しかし、ここでもう一つ見逃せない要素があります。それはイーロン・マスクさん自身への批判です。最近イーロン・マスクさんは同時政府効率化省での活動を進めており、これに対してメディアや一部の政治家から厳しい批判を受けています。イーロン・マスクさんの発言や行動が政府の一部勢力と対立する形になっていて、その影響でテスラにも攻撃が向かっているという見方もできます。実際テスラの販売店や襲撃や一部の抗議活動はイーロン・マスクさん自身の政治的なスタンスや行動に反発する人々によって引き起こされている可能性があります。
トランプさんはこの状況を見て、イーロン・マスクさんが攻撃されている。だから彼と彼の企業を守る必要があると考えたのではないでしょうか。つまり、このテスラを襲撃したらテロという発言は、テスラという企業だけではなく、イーロン・マスクさん本人を擁護する意図も含まれている可能性が高いということになります。また、この発言がもたらす影響も大きいです。この発言によってテスラは単なる EV メーカーではなく、国家的に重要な企業として扱われる可能性が高まりました。今後政府からサポートが増えることも考えられます。しかし、その一方で政府との関係が深まることで新たな課題も生まれるかもしれません。例えばテスラが政治的な争いの中心に巻き込まれることで企業のイメージや戦略に影響を与える可能性もあります。では、こうした状況の中でイーロン・マスクさんはどのような戦略をとっているのでしょうか。イーロン・マスクさんが発表したアメリカでの生産倍増計画について次のセクションで詳しく見ていきます。では、ここからは、イーロン・マスクさんが発表したアメリカでの生産倍増計画について見ていきます。彼は今後2年間でアメリカ国内のテスラの生産を2倍にすると発表しました。これは単なる拡大戦略なのでしょうか？それとももっと深い意図があるのでしょうか？まず考えられる理由は、アメリカ市場の重要性の再認識です。テスラはこれまでグローバル展開を進めてきましたが、アメリカ国内の生産拠点を拡大することで、米国市場をより強化しようとしている可能性があります。アメリカは世界最大級の EV 市場の一つであり、政府の支援やインフラ整備が進めば、今後さらに市場が拡大する可能性があります。そのためアメリカ国内での生産を強化することで、将来的な需要増に対応しているのかもしれません。次に考えられるのは政治的な影響です。テスラはこれまで政府の EV 政策や補助金の対象から外されることもありました。しかし、今回のトランプ大統領の動きによって、アメリカ国内での生産強化が政府からの支援を受けやすくなる可能性もあります。特にトランプ政権がアメリカ製造業の復活を掲げている以上、テスラがアメリカ国内での生産を拡大すれば、政府との関係がより強化されるかもしれません。つまり今回のイーロン・マスクさんの発表は、政府との関係を良好にし、テスラにとって有利な環境を作る狙いがあるのではないかと考えることもできます。また、競争の激化も重要なポイントです。最近では、フォードや GM などのアメリカの伝統的な自動車メーカーも EV 市場に本格参入しています。さらに中国の BYD のような企業も成長を続け、EV 市場の競争はどんどん激しくなっています。そんな中でテスラがアメリカでの生産を強化するということは、競争力を維持し、市場でのシェアをさらに拡大するための戦略と考えられます。では、こうしたテスラの戦略は株価にどのような影響を与えるのでしょうか？次のセクションでは、最近のテスラの株価の下落とその未来について見ていきます。はい。では、ここまでトランプさんのテスラ購入やイーロン・マスクさんの生産倍増の発表についてお話をしてきましたが、もう一つ重要なポイントがあります。それはテスラの株価が大きく下落しているという事実です。最近テスラの株価は大幅に下落し、多くの投資家が動揺しています。では、なぜ株価が下がったのか、そしてこれからどうなるのか、こちらについて見ていきましょう。まず、株価下落の主な原因ですが、考えられる理由はいくつかあります。一つ目は、イーロン・マスクさんの政治的関与への懸念です。イーロン・マスクさんがテスラの経営だけではなく、様々な政治的な議論にも積極的に関わる人物です。最近はトランプ政権と接近する動きも見せています。これは一部の投資家にとってリスクとみなされる可能性があります。企業のリーダーが政治的な発言をすると、支持者と反対派が生まれ、企業イメージに影響を与えることがあるからです。二つ目の要因は、市場全体の影響です。最近の経済動向や金利の動きにより、特にハイテク株や成長株のボラティリティが高まっています。テスラもその影響を受けやすい銘柄の一つであり、短期的な市場の不安定さが株価の下落を引き起こしている可能性があります。では、この株価の下落を受けて、機関投資家たちはどのような動きを見せているのでしょうか？ここで注目したいのが、アークインベストの動きです。キャシー・ウッドさんが率いるアークインベストは、テスラの株価が下がったタイミングで約2000万ドル分の株を買い増ししました。これはアークがテスラの長期的な成長を信じていることを示しています。さらにモルガン・スタンレーもテスラの目標株価を430ドルに設定し、強気の評価を維持しています。
彼らはテスラが単なる EV メーカーではなく AI やロボティクス分野でも成長する企業であると見ています。では今後のテスラ株はどうなるのでしょうか。短期的には不安定な動きが続くかもしれません。しかし、アークやモルガンスタンレーのような大手投資機関が強気の姿勢を維持していることを考えると、長期的にはポジティブな要素も多いと言えます。テスラは今後も新技術を開発し、市場でのシェアを拡大していくと予想されています。そして、イーロン・マスクさんがアメリカでの生産倍増を発表したことも、将来的には企業の成長を後押しする要因になりそうです。では、今回の一連の出来事を踏まえて、テスラの未来はどうなっていくのでしょうか。最後のセクションでまとめていきます。はい。では、ここまでトランプ大統領のテスラの購入、イーロン・マスクさんのアメリカ生産倍増発表、そしてテスラ株の下落について見てきました。この一連の出来事を振り返ると、テスラがアメリカ経済や政治の中でこれまで以上に大きな存在感を持つようになっていることがわかります。まず、トランプ大統領のテスラの購入。これは単なる個人的な選択ではなく、アメリカの製造業を支持するという政治的メッセージだった可能性があります。特にバイデン政権とは異なる形で EV 業界を支援しようとする動きが見えてきました。そしてテスラストアの襲撃がテロと発言しました。これはテスラがアメリカにとって重要な企業であることを示すものと取れます。テスラが単なる EV メーカーではなく国家的に守るべき企業とみなされるようになるかもしれません。さらにイーロン・マスクさんのアメリカ生産倍増発表。これには市場の成長を見据えた戦略的な狙いと政府との関係を強化する意図も含まれていると考えられます。しかし、こうした流れの中でテスラの株価は大きく下落していました。一方でアークインベストはこの下落をチャンスと見せて買いますし、モルガン・スタンレーはテスラの長期的な成長に期待しています。ここから考えられるものは短期的には不安定な要素もありますが、長期的に見ればテスラがさらに大きな影響力を持つ可能性があるということになります。トランプ政権の動向、イーロン・マスクさんの戦略、そして投資家たちの判断、これらが今後どのように絡み合っていくのか、引き続き注目していきたいと思います。さて、皆さんはどう思うでしょうか？トランプさんのテスラ購入は単なるパフォーマンスなのでしょうか？それとも本気で EV 業界を支援しようとしているのでしょうか？また、テスラの生産倍増計画や株価の動きについてどんな予想をしていますか？ぜひコメント欄で教えていただければと思います。はい、ということで最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。本日は上昇しております。一時250ドルを超す場面もありましたが、今は246ドル台となっております。やっと上がってきたなというところですけれども、具体的な上昇理由がはっきりしませんが、トランプさんの推しがやはり良かったのかもしれません。はい、ということで本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。いやー、トランプさん、モデル S ですよ。かっこいいですよね。そして僕の方では中古テスラ情報を取り扱っていますが、昨日の情報で現行のモデル S が出たんですよね。1名検討している人がいるんですが、その方はプラットが欲しいということで結局断念したんですけれども、モデル S にしてはかなり安い値段で出ていました。前のモデルのモデル S は結構安い値段で出ることが多いです。僕はテスラを買うなら中古が狙い目だと思っています。もし中古でのテスラ情報が気になる方がいたら、僕の公式 LINE の方からお問い合わせをください。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。